やヘルダイバー、今回は解説を交えながらのソロプレイ動画です。新しいウォーボンドのエントレンチドディビジョンで追加されたクリメーターの使用感を確認していきます。今回は武器の性能をテストする目的なので、基本的にメインミッションのクリアを優先してプレイしていきます。今回の装備構成はこちら。新しいウォーボンドからはクリメーターとガス迫撃砲と、メイン武器はスイーパー。こちらはスーパーストアに追加されたショットガンです。今回は炎とガスをメインに使っていくので、キルゾーンコラボのウォーボンドから順応アーマーを選択。炎やガス3に対して 50% の耐性を得ることができます。敵はターミニット。ミッションは貴重なデータをアップロードなので、まずは発電機の再起動へ向かいましょう。開幕はエアストライクを要請してクリメーターの性能を試してみます。クリメーターの特徴はバックパックに燃料を背負うので、キャニスターを交換することなく炎を噴射することができます。また待望の調整が最新のパッチで火炎放射器に追加されました。敵に炎を当てると動きが遅くなるように変更され、顔面に炎を直撃させた場合は敵が混乱状態になります。つまり接近される前に虫を燃やしやすくなったということです。ご覧のように以前であれば交代を余儀なくされる場面ですが、敵がこちらに接近する前に燃え尽きています。敵に炎を直撃させるだけではなく、広範囲の地面を燃やすとさらに効果的です。アルファコマンダーを倒す速度も悪くありません。ハイブガードもこんがり当てました。そろそろ2回目のエアストライクを要請しておきましょう。虫が寄ってくる前に地面を燃やしておきます。燃料もまだ半分以上残っています。今度はエアストライクがうまく決まりました。ここでベヒーモスの登場です。火炎放射器のおかげでベヒーモスの突進を横移動だけでかわすことができました。火炎放射器は敵との距離によって与えるダメージが大きく変化します。一旦ここでベヒーモスに対して行ったテストをご覧ください。距離10メートルでベヒーモスの頭と足を狙ってみました。結果は足を狙った方が1秒ほど早く倒せましたが、混乱の効果が付与されないと思うので頭を狙った方が安全だと思います。今度は距離を詰めて口のあたりを狙ってみましょう。なんと1秒かからず彼は燃え尽きてしまいました。詳しいことはこちらの動画でまとめてあるので参考にしてみてください。では戦場へ戻ります。ここでようやく新しいショットガンスイーパーの登場です。このようにハイブガードを瞬時に倒すことが可能です。クリメーターの燃料が少なくなってきたので補給品を取りたいところ。ベヒーモスが突進してきた時もそうでしたが、炎を当てると敵の攻撃が軸を外れやすいので、横に移動するだけでかわしやすいように感じました。アルファコマンダーの生き残りを発見。ここはスイーパーを使って駆除しましょう。このショットガンは非常に強力です。射撃ボタンを長押しでフルオート射撃のようにも使えます。敵はまだ残っているのでガス迫撃砲塔を要請しておきましょう。彼の仕事ぶりを観察する余裕はありませんが、評判は悪くありません。パトロールの虫が接近してきてしまいました。さらにここでインペーラーが登場です。ひとまず固定配置のハイブガードを燃やしておきます。クリメーターでインペーラーを燃やすには接近しないといけないのが辛いところ。近づくことができれば瞬時に燃やすことが可能なのですが、うまく燃やせた場面は後で登場します。つまり今回はどうなったかというと、アルファコマンダーのタックルとインペーラーのボディスラム、見事なコンビネーションです。気を取り直して拾ったアークスロワーとエアストライクでしのぎつつ、なんとか落とした支援武器の回収に成功。さあ、あなたは復讐のクリメーターです。民主主義の力を思い知らせてやりましょう。雑魚に構っている時間はない。雑魚は道端で這いつくばっていろ。復讐のクリメーターインペーラーを撃破です。というわけでやっと端末を起動できました。残り時間は30分ほど。通りすがりのタイタンの足音が鳴り響きます。タイタンがどのように燃え上がるか試していませんでしたので、新しい火炎放射器で実験してみましょう。タイタンとの距離はだいたい15メートルほど。適当な部位を狙って燃やしてみます。記録はジャスト8秒。通りすがりのタイタン撃破です。
その後変圧ユニットのレバーを引いて発電機を再起動。道中ハイブガードをショットガンで仕掛けながら火炎放射器でアルファコマンダーを焼却。これぐらいの距離だと2秒ほどで燃え尽きてしまいます。虫が増援を呼んだのでガトリング弾幕を要請。このショットガンでハイブガードの胴体を撃つと3発ほどで倒せる感じでした。頭部を狙った場合は2発ですぐに倒せます。アルファウォリアーが接近してきました。パッチ適用前の火炎放射器であればこのように奴らを燃やすことは難しかったでしょう。ストーカーにも対抗できる性能になったと思います。不法な研究施設の破壊を試みましたが一旦ここから離れた方が良さそうです。火炎放射器の強みを最大限に活かせる場面はこのように交代しながら大量の敵を相手にする時ではないでしょうか。さらにガスグレネードなどと合わせればより効果は高いと思います。しかし他の支援武器と比較すると素早く敵を処理して前線を押し上げていくのには向いていないように感じます。ヘルダイバー2はマルチプレイが前提の設計になっているはずなのでチームで力を合わせれば問題ないと思いますが、ソロでプレイする場合はミッションを進めるのに時間がかかる印象です。皆さんはどのように運用していくのが望ましいと思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせてもらえると嬉しいです。虫を燃やしながら交代していたら大きな虫の巣にたどり着きました。せっかくなので殲滅を試みます。新しいショットガンのスイーパーは射撃音も素晴らしい。銃剣もついていてデザインもかっこいいのでお気に入りの武器になりました。虫の巣に潜入できましたが巣穴を全て破壊しきれずやむなく撤退。そしてここでベヒーモス3兄弟に囲まれるという大ピンチに陥ります。この時に感じたのですがベヒーモスの突進追尾性能がパッチ前より低下したような気がしました。ホストのプレイヤーに対してだけ異常な執着心を持っていたはずですがベヒーモスは執着を捨てた先に何を見出したのでしょうか。悟りを開いたのですか。第三の目海岸。はい、では別の世界で突進の追尾機能をテストしてみましょう。明らかに彼の執着心は薄れていると思います。しかし彼の煩悩が消えてなくなったわけではありません。偽りのサードアイには神の裁きよ、民主主義の降臨だ。その後落とした支援武器を回収してベヒーモスに残っていた煩悩を燃やし尽くしてやりました。先ほど壊し損ねた虫の巣へと帰還。巣穴の守護神ハイブガードの妨害を受けながら最後はガスグレネードを投げ込んでなんとかエリアを確保。敵が増援を呼んだのでガトリング弾幕を使ってから次の目標へ向かいます。不法な研究施設でヘルボムを起動。編集の力で即起爆。さらにそこからストーカーの巣穴を発見。次はハードドライブ回収へと向かいます。途中で武器のテストをするのにちょうどいいタイタンを発見。今度は正面から燃やしてみましょう。一気に焼き切ることができなかったので炎を当てていた時間と倒すまでにかかった時間を別に計測してみます。潰れて死ぬかと思いました。今回は倒すのに9秒ほどかかりましたがもっと早く倒せるはずです。次の実験タイタンが現れるのを待ちましょう。目的地で敵が増援を呼ぶとミッション遂行が難しくなるので通り道であえて増援を呼ばせます。ガトリング弾幕とガス迫撃砲塔を要請して敵の数を減らしつつ離れる時間を稼ぎます。目標地点に到着したのでエアストライクを要請しましたが近くにシーフ砲台を発見。砲弾運びへ向かいます。虫を燃やしながら少しずつ砲弾を運んでいましたが敵が増援を呼び出したので近くにある巣穴へ移動。増援のトンネルには必ずガトリング弾幕を要請しておきます。虫の巣にはエアストライクを要請。手前の巣穴を破壊しておきます。スカベンジャーに腕をかじられながら最後の巣穴を破壊。私の腕が大量の虫に追われている状態なのでガス迫撃砲塔を要請して時間を稼ぎたいところ。少しでも長生きしてもらえるように岩の裏に要請。シーフ砲台は一旦諦めてハードドライブの回収を目指します。火炎放射器を使うときは
モアの形で自分が燃えたりします。やはり炎に耐性のあるアーマーを選択した方が安全でしょう。ここで第3の実験タイタンが降臨です。この映像で確認すると火炎放射器の射程は以前と変わらず20メートルほどだと思います。今回は5秒ほどで撃破できたのでいいタイムでしょう。忘れないでください。全てのヒントはこちらの動画に詰まっています。インペーラーやスコアチャージャーが増援で現れたのでこちらに避難しました。追ってきたベヒーモスブラザーズを2人まとめて仲良く焼却です。痛恨も辺りにスコアの香りが漂っていますが砲弾を装填。虫が近寄ってきてもヘルダイバーは焦らない。ガスグレネードで時間を稼いで端末を操作。なんとかシフ砲台の任務は達成しましたが残り時間が10分しかありません。ハードドライブを回収して最後の目的地へと急ぎたいところですがチャージャーやタイタンが追いかけてきます。適当にガス迫撃砲塔も要請。はぐれインペーラーに遭遇しましたがまだこちらに気がついていません。今のうちに焼却してしまいましょう。適当に狙いましたが3秒ほどで燃え尽きました。このタイタンはエアストライクでダメージが入っているので少し燃やせば倒せるはずです。健康な実験体としては不合格ですが実戦ではこのような状況の方が多いかもしれません。最後は炎上のダメージで力尽きたようです。そしてこのようにおかわりタイタンが追加されることも珍しくありません。本日のターミニットも通常営業です。おかわりタイタンもエアストライクと火炎放射器で無事に撃破。そういえばショットガンのスイーパーはカスタマイズでマズルを変更することが可能です。今回はハーフチョークで使ってみましたが拡散範囲はそれほど広くないのでさらにフルチョークにすれば敵を狙撃することができるかもしれません。やっとハードドライブを回収することができました。残り時間が7分しかないのでメガネストに行く余裕はありません。途中でタイタンの巣を発見。ここで敵が増援を呼んだ方が都合がいいのでエアストライクを要請。はい、ここで不穏な気配を察知しました。やはりいました、ストーカー。このショットガンでストーカーをひるませることはできないので注意が必要です。ストーカーの巣を探しに行こうと思いましたが時間もないので無視して進みます。タイタンの巣もひとまず後回し。予定通り敵が増援を呼んだのでガトリング弾幕を要請して目標地点へ急ぎます。今回のパッチで段差を登りづらくなったように感じたのでオートクライミング機能をオンにしたのがあだとなりました。ハードドライブの挿入に失敗。これは致命的な操作ミスです。絶対絶命ヘルダイバー。出血も止まらない。注射器を刺すタイミングが遅れていたら間違いなく死んでいたでしょう。今度こそ確実にハードドライブを届けなくては。やりました。端末の起動にも成功。しかしミッションはまだ完了していません。このまま任務を遂行するのはかなり厳しい状況なので先ほどあったタイタンの巣で敵を誘導します。エアストライクで残った巣穴の破壊を試みます。これで壊れるといいのですが果たしてイーグルの兄貴を信じましょう。やりました。タイタンの巣を破壊完了です。砲塔が私をタイタンから逃がしてくれました。必要な犠牲でした。補給品を回収してアルファコマンダーを粉砕。頭部を破壊するだけなら3発ほどで済むようです。なんとか端末を操作してタワーを上昇させることに成功。しかし増援も呼ばれ敵のパトロールが集まってきました。ひとまずサテライトタワーが上昇するまで待つしかありません。残り時間は2分を切りましたが今回は複雑な戦略支援計画の影響でペリカンの到着が遅れます。つまり実際は残り時間が5分ほど。おっしゃる通り人類の生きる道はこの5分にかかっています。どうやらこのベヒーモスは突進で人類の生きる道を閉ざすつもりのようです。彼には民主主義の力を思い知らせてやる必要があります。見事に緑の液体が噴き出しました。彼には出血の民主主義という称号を与えましょう。ぐるっと一周して端末の元へ到着。タワーの調整位置をチラ見。
落下ダメージは回避。虫の間をすり抜けてなんとかタワーの調整へと向かいます。ハイブガード3兄弟が行く手を塞ごうとしています。ここは先に注射を打って対応。ダメージを覚悟していましたが、彼らは私を許してくれました。お礼として民主主義の炎をプレゼント。ガスグレネードのおまけ付きです。インペーラーにはガトリング弾幕をくれてやりましょう。きっと喜んでもらえると信じてます。なんとかタワーの元へ到着です。調整する向きは確認済みなので素早く仕事を終わらせます。調整終了。やりました。あとは端末を操作してデータをアップロードすれば完了ですが、デストロイヤーが帰ってしまったので網戦略支援が要請できません。しかしシーフ砲台に装填した砲弾は要請できます。最初にどの砲弾を装填したか忘れましたが、使ってみましょう。降ってきたのは高性能爆薬。見事当たりでした。追ってくるタイタンの撃破に成功です。データアップロードの待ち時間を考えると時間は本当にギリギリです。残り2分半、一つのミスも許されない状況です。要請しておいた補給品の回収に成功。まともに敵を相手にしている余裕はありません。ガスグレネードと地面を燃やして端末の元へ急ぎます。待ち構えるアルファコマンダー。ここでオリアーを呼ばせてはいけません。彼は瀕死の重傷でした。これでデータアップロードが完了すれば最後に長いコマンドを入力して終わりです。残り2分を切りました。敵が追ってきていますが、絶対にこちらに近づけてはいけません。ガスと炎の組み合わせならこういった場面で素晴らしい効果を発揮してくれるはずです。ここからはガスグレネードとクリメイターの提供でお送りします。ついでにシーフ砲台からの砲撃も要請しておきましょう。マップを見ると大量の虫がこちらに向かってきているようです。アップロードがもうすぐ終わりそうなのでなんとか持ちこたえたいところ。残り時間は1分半です。さらにこのタイミングでラスボスタイタン登場です。最後の操作をしたければ私を倒してみろと言わんばかりのポジショニング。これでもくれスーパーアースのためについにミッション達成です。最後は素晴らしい民主主義的なシチュエーションでした。しかし残り時間は1分を切りました。離脱地点到達はなんとか間に合うかもしれません。走れヘルダイバー。なんとかインペーラーの追跡を振り切って離脱地点は目前です。ペリカンが到着してから20秒間は待ってくれるのですが、離脱地点にスコアの香りが漂っています。これはただでは終わらない予感がするのですが、念のためシーフ砲台に砲撃要請してガスグレネードを投げておきます。スコアブラザーズがいたように見えましたが、奴ら兄弟は土管から出てきたのですか？砲撃で小さな虫たちが吹き飛んだようです。なんとかペリカンに乗り込めると思ったら奴の存在を忘れていました。どうせなら今の攻撃でペリカンに押し込んでくれたら劇的なシーンでした。何はともあれ無事離脱完了。ジージーでした。あとは戦績を確認して終わりにしましょう。皆さんはクリメイターとスイーパーについてどう思いましたか？コメントで感想を聞かせてもらえると嬉しいです。今回の動画を楽しんでいただけたならグッドボタンとチャンネル登録して次の動画をお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。